ロボットプログラムを作成する方法を説明します。パート1では、ロボットを指定した位置に移動しました。パート2では、ロボットが箱を持ち上げる前の移動とサブルーチンを追加します。パート1で使用したファイル、もしくは、ライトロボットプログラム、レイアウトアンダーラインパート1アンダーラインアフター .vcmx をダウンロードし、開きます。箱を追加します。E カタログのタイプ別モデル、プロダクツ&コンテーナーズを開きます。キューブを追加します。Python スクリプトでロボットの先端を箱の上面中央に移動します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウの RV13FL、Behavior、Python スクリプトを開きます。def 温覧関数を削除し、関数内のソースコードのインデントを一つ左にします。一括でインデントを一つ左にするには、インデントを削除したい行を選択し、シフトキーを押しながらタブキーを押します。プログラムタブを開きます。サブプログラム、メインの PTPP1 を箱の上面中央の位置に設定します。21行目と22行目をコメントアウトします。箱の位置を取得します。app イコール get application と記述し、アプリケーション情報を取得します。cube イコール app.findComponent キューブと記述し、箱を取得します。pos アンダーラインマトリックスイコールcube.positionMatrix と記述し、箱の原点の位置情報をマトリックスで取得します。箱の原点は、マニピュレーション、移動を選択した状態で箱を選択すると、ピンク色の丸で表示されます。箱の位置を直接指定しており、20行目は不要なため、コメントアウトします。コンパイルボタンをクリックします。マニピュレーション、ジョグを選択し、PTPP1 を選択すると、ロボットが箱を突き抜けます。箱の底面中央にロボットが移動したため、箱の底面中央にある原点の位置情報を取得していることがわかります。シミュレーションをリセットします。ロボットの先端が箱の上面中央に移動するように設定します。キューブアンダーラインセンターイコールキューブドットバウンドセンターと記述し、箱の原点から箱の中心点までのベクトルを取得します。今回は箱の上面中央の位置を指定するため、中心点からさらにプラス Z 軸方向に移動します。pos アンダーラインマトリックスドットトランスレートレルと記述し、箱の底面中央にある原点の位置に対して指定した位置に移動します。X 軸方向は、キューブアンダーラインセンタードット X と記述し、箱の中央にします。Y 軸方向は、キューブアンダーラインセンタードット Y と記述し、箱の中央にします。Z 軸方向は、キューブアンダーラインセンタードット Z×2 と記述し、箱の原点から中心点までの距離の2倍離れた位置、つまり上面にします。22行目をコピーして、29行目に貼り付けます。コンパイルボタンをクリックします。PTPP1 を選択すると、ロボットの先端が箱の上面中央に移動します。セットバイナリー出力ステートメントや核軸保管ステートメントを追加することで、箱を持ち上げることができます。箱を持ち上げる動作は、ロボットを Python で制御しようをご参照ください。ロボットプログラムにサブルーチンを追加します。サブルーチンイコールロボットプログラムドットアドルーチンと記述し、サブルーチンを追加します。名前はイグザンプルにします。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラムを確認すると、イグザンプルという名前のサブルーチンが追加されていることがわかります。イグザンプルのサブルーチンにステートメントを追加します。17行目と18行目をコピーして33行目に貼り付けます。
メインルーチンをサブルーチンに変更し、各軸保管ステートメントを追加します。箱の上面中央のマトリックスは24行目から30行目で取得しているため、取得した位置を新しい位置として設定します。ポジション.position in world イコール POS アンダーラインマトリックスと記述し、新しい位置をワールド座標系に変更します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウにエラーが表示されます。example のサブルーチンは一度コンパイルして作成済みのため、同じ名前が追加できずエラーが発生します。違う名前のサブルーチンを作成します。example をexample2に変更します。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラムを確認すると、example2 という名前のサブルーチンが追加されています。example2 には、PTPP2 という名前の各軸保管ステートメントが追加されています。PTPP2 を選択すると、ロボットの先端が箱の上面中央に移動するため、PTPP1 と同じ位置が取得できていることがわかります。同じ名前のサブルーチンにステートメントを追加してもエラーが発生しないように設定します。サブルーチンイコールロボットプログラム .find ルーチンと記述し、ルーチンを取得します。今回はexample2を取得します。if サブルーチンと記述し、example2のサブルーチンが存在する場合の条件を設定します。サブルーチン .clear と記述し、example2のサブルーチンが存在する場合、サブルーチンを削除します。if not サブルーチンと記述し、example2のサブルーチンが存在しない場合の条件を設定します。example2のサブルーチンが存在しない場合は、サブルーチンを追加するため、37行目を if not サブルーチンに入れます。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウにエラーが表示されていません。example2がすでにあるため、一度削除され、再度example2のサブルーチンが追加されたことがわかります。PTPP2 を選択すると、箱の上面中央に移動します。メインルーチンとexample2のサブルーチンにはステートメントがありますが、example のサブルーチンにはステートメントがありません。example にexample2のステートメントを作成し、example2を削除します。10行目に4、サブルーチン、in、ロボットプログラム .routines と記述し、ロボットプログラム内のサブルーチンをサブルーチンという変数に代入します。ロボットプログラム .delete ルーチン、サブルーチンと記述し、ロボットプログラム内のサブルーチンを削除します。9行目でメインルーチン内のステートメントを削除し、10行目と11行目でサブルーチンを削除しています。そのため、最初はサブプログラム内がからのメインルーチンのみの状態になります。13行目から32行目でメインルーチンにステートメントを追加します。34行目から42行目でexample2のサブルーチンとステートメントが追加されるため、example のサブルーチンとステートメントが追加されるように変更します。34行目と38行目のexample2をexampleに変更します。コンパイルボタンをクリックします。サブプログラムを確認すると、メインルーチンにステートメントが追加されています。example のサブルーチンと PTPP2 が追加され、example2 のサブルーチンが削除されたことがわかります。パート2の説明は以上となりますが、ファイルを保存する場合は、オンラン関数やオンスタート関数を作成し、5行目以下のソースコードを入れてください。ロボットプログラムを記述し、ロボットが箱を持ち上げる前の移動とサブルーチンを追加する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。